はい、どうもこんにちは。今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございます。この動画ではですね、ただいま、見ているような、オーディオスペクトラムの作り方をご紹介していくんですが、今回の肝となるのはこの後ろの、映像ですね。これ実は、同じ映像をただただ何回も何回も、ループして流しているだけなんですが、今回はこの映像をですね、ループさせる、簡単なエクスプレッションのご紹介をしていきます。で、エクスプレッションっていうと、すごいなんかいろいろと書いていくイメージがあるんですが、今回はですね、なんかボタン一つで、適用できる、エクスプレッションの方法をご紹介していきます。ということでね、誰だってボタンポチッと押せば、この、ループする映像とか作り出すことができますので、映像をアフターエフェクトとかに挿入する場合は、活用してみてはいかがでしょうか。実際結構いろんな場面で使えたりとかします。ということでですね、早速、始めていくんですが、このオーディオスペクトラムの、視聴はですね、リンクをこう貼り付けておりますので、そこを参照してください。そしてですね、アフターエフェクトファイルもいつものごとくダウンロードできるようにしております。はい、ということでですね、早速始めていきたいんですが、レイヤー説明なんですが、最初に、下にですね、オーディオを入れておいて、そこに背景ですね、そしてその上にですね、この、映像素材を入れておりまして、そこにですね、ループの、タイムリーマップを使ってタイムリーマップに、エクスプレッションを使っております。そして、オーディオスペクトラもいくつか作って、で、ここで調整レイヤーでカラーと色を決めておいて、その上にですね、この、文字を入れております。で、一番上はオーディオ振幅ですね。ということで、これらを使って、いろいろとこういうね、こういう、はい、オーディオスペクトラムを作っていきたいと思います。さあ、ということで早速始めていきましょう。ということで、新規プロジェクトを作成しておきます。はい、これは保存しておいて、そしたら新規、プロジェクトですね。で、ここは何でもいいです。もうスペクトラムというふうに、つけておいて、で、動画の縮尺は、音楽の長さによって変わってきます。今回はですね、ベクセント、私、ベクセントの音楽がすごい好きなんですが、その音楽の中の、マスクドヒーローズというのを使って、長さが3分31秒なので、ここのところに、3分と、31秒というふうに、書いていきましょう。そしたら、横幅1920、1080で、これで OK とします。さあ、それでは早速始めていくんですが、まず最初に、背景、これは作っても作らなくてもいいです。で、今回は、背景から作っていきましょう。まず最初にですね、背景ということでバックグラウンドの BG と打っておいて、これで OK。そしたら、エフェクト&プリセット。これが見つからない人は上のウィンドウからエフェクト&プリセットを出すか、もしくはここのエフェクトのところからも適用することができます。今回使うのはですね、この描画の中にあるグレーディエントランプ、つまり、グラデーションですね。はい。グラデーションを、使って、これを、平面に提供しましょう。すると、2色のグラデーションがかかるわけなんですが、今回はこれを放射状にしておきます。そして、これは色を入れ替えておきましょう。で、この白の色をですね、好きな色に変更することによって、ちょっとした、なんていうんですかね、雰囲気のある色のバックグラウンドが出来上がります。今回、何色でもいいんですが、こんな感じのね、青とかにしていくといいのではないでしょうか。で、この色をですね、時間ごとに変えていきたいのであれば、この色のスタートカラーのキーフレームをオンにして、キーボード U を押してですね、30秒ごとに変えたいのであれば、30秒ごとに何かしらのね、色とかをこんな感じで適用していくといいのではないでしょうか。はい、ということで、ここら辺の色設定は、お任せいたします。はい、ということで、こんな感じでね、30秒ごとに、書いて、色を変えていったとしましょう。何色でもいいんですが、こんな感じでね、もうめんどくさいので、すべて選択しておいて、オルトキーを押しながら、最後のところまで伸ばしておきます。はい、こんな感じですることによって、背景の色が、次第に変わっていきますよと。ってな具合で、これで背景は OK としましょう。さあ、続いて、この上にですね、映像素材を入れていきます。
この映像素材もですね、一応ダウンロードできるようにしておりますので、ダウンロードしてもいいですし、なんか映像配布サイトとかがあるのであれば、その配布サイトでループという風に打ってみると、ループ映像とかが、ダウンロードできると思いますので、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。今回はこの、なんかよくわかんない、なんかうねうねしていて、なんか背景が青いね、よくわかんないこの映像を使っていきたいと思います。これ一応ループ映像なんですが、ちょっとわかりにくいかもしれないですね。さあ、ということで、これをループさせて、で、3分30秒までループさせていくんですが、通常アフターエフェクトでループさせたいときに、コマンド D で複製をしておいて、こんな感じでずらしたりとか、なんていうんですかね、コマンド D でめちゃめちゃこんな感じで複製しておいてから、で、全部選択しておいて、で、アニメーションの、キーフレームアシスタントの、シーケンスレイヤーっていうのを押して OK すると、こんな感じでずれたりとかするんですが、これだとですね、レイヤーの数がめちゃくちゃ増えてやりにくいんですよね。ということで、エクスプレッションを使っていきます。ということで、まずはですね、ここの、右クリックをして時間のところから、タイムリマッピングを可能、もしくは、コマンドオルトを押しながら T を押すとタイムリマップを、ここに作成することができます。これはキーフレームですね。で、これを伸ばすとですね、動画の尺自体増えるんですが、ここから先は止まってしまいます。映像が止まってしまいます。ということなので、このキーフレームの間の、数値をですね、何回も何回も、繰り返していきましょう。ということで、このタイムリマップの、ここの時計マークをオルトキーを押しながらクリックします。すると、エクスプレッションですね。いつものごとくエクスプレッションを追加できるんですが、今回はここに何も記載せずともですね、ここの、エクスプレッションの、メニューを追加というのを押して、で、ここにある、プロパティというところの中から、ループアウト、タイプサイクル、キーフレームズ0というのがありますので、これでキーフレームの間を、何回も何回も0からこうやって、繰り返すことになります。ループをすることになります。ということで、これを選択しましょう。さあ、これでですね、さっきと同様、これをガーッと3分30秒のところまで、尺を伸ばしていくとですね、この今のキーフレームの間の秒数が何回も何回も、繰り返されることになります。で、これがですね、ループ映像であったらもうね、エンドレスにこのうねうねが、繰り返されることになりますので、これでループ映像ですね、3分30秒まで続くループ映像は完成ですと。すごい噛んじゃってるっていうね。はい。申し訳ございません。いいや。ということで、このループ映像自体は、トラップコードのフォームですね。っていうのを使うと作れたりとかしますが、ここでは、割愛しておきましょう。さあ、ということで、ここまで出来上がったらですね、これは、背景が暗い映像に使えるんですが、ここのモードですね。これが見当たらない人は右クリックから、コラムのところからスイッチとかモードとかを選択すると出るんですが、ここのモードからスクリーンを選択すると背景部分が消えて一番最初に作ったこの背景ですね。この背景が投影されるようになります。というので、これでいいですね。はい。この後ろの背景が投影されるようになっております。さあ、ということで、ここで背景が出来上がったらですね、早速続いては、ここの上にですね、オーディオスペクトラムを作成していきます。もう今回はですね、ちょっとこのループ映像の作り方だけが教えたかった部分なので、もう実際これで終わりでもいいんですが、せっかくなので、オーディオスペクトラムを復習がてら作成していきましょう。ということで、まず最初はここに、オーディオスペクトラムということで、スペクトラムというふうに、書いておきましょうか。スペクトラム。はい。で、これを作成したらですね、ここのエフェクト&プリセットのところから、オーディオスペクトラムですね。これを、適用していきましょう。で、はい。すると、ここのところに、真ん中にですね、こんな感じで、点々点々っていうのが現れております。この点々点々の部分が、音に反応するオーディオスペクトラムですね。ということで、このオーディオスペクトラムに対して、ここのところから、楕円形ツールとかを使って、シフトキーとかを押しながらこんな感じでね、マスクを作っておくといいのではないでしょうか。この形とかは自由に設定できますので、設定したい方は自由に設定してみてください。アクションセーフとかを使いながら、例えばこのアクションセーフですね、この上の線とかに合わせておいて、で、マスクの位置をシフトキーを押しながら下へとずらしていくとですね、まっすぐ引けますので、
これで真ん中に設定することによってマスクの位置を真ん中に設定できますね。で、これでですね、ちょっと見えにくいので、太さの数値をですね、ちょっと上げておくんですが、これでマスクの中にこれが見えているんですが、このマスクの設定をですね、ここでなしにしておきます。今、加算になっているのがなしにしておきます。すると、このマスクを、マスクの、なんていうんですかね、こういう感じで、その上に、マスクが見えますという、はい。これはいろいろ設定試してみれば分かります。すみません、本当言葉で説明するのが難しいというね。はい。それでですね、ここのパスなんですが、ここのところはマスク1に設定しましょう。すると、今書いた丸の周りに、オーディオスペクトラムが、配置されるようになります。そして続いてですね、ここでオーディオを挿入していきます。今回は、さっき言ったマスクドヒーローズというのを、一番下のところにね、下じゃなくてもいいんですが、ここに配置しておきましょう。キーボード L を2回押すと、こんな感じでオーディオの波形が見えるようになります。で、この、マスクドレイヤー、マスクドヒーローズはですね、コマンドシフト使用してプリコンポーズをしておきましょう。すべての、なんたらかんたらを移動させておきます。はい、これで OK ですね。さあ、これで一応出来上がったので、このスペクトラムの、オーディオのレイヤーの設定は、この今のベクセントの、音楽ファイルにしておきます。すると、この音楽に合わせて、反応するオーディオスペクトラム自体は、もう出来上がりですね。はい、これで OK です。さあ、ということでですね、こんな感じでオーディオスペクトラム自体が出来上がったんですが、若干後ろの、色が強い気がしますので、ここら辺の、キーボード T を押して、不透明度のところからちょっとここの後ろのところはね50% くらいにして、ちょっと目立たないようにしておきます。で、オーディオスペクトラムの色の設定をこれからしていきましょうか。まずはですね、ここの色ですね、ここの色白にしておきましょう。両方とも白にしておきます。色はですね、後で調整レイヤーで調整していきます。で、柔らかさのところは、0ですね、0% にしておきます。こうすることによって、くっきりはっきりとしたこんな感じの、ラインが見えるようになります。そして、ここのシックネスはまだ今ちょっと見えにくいのでこんな感じに太さにしてますが、後で、変えていきます。で、ここの、タイプを決めることができるんですが、今回はアナログラインにしておきます。すると、線ですね。こんな感じの線がウィンウィン反応するようなオーディオスペクトラムができます。そしたら、今度は、高さです。ここのところは最初は500にしておきましょう。はい。ここは音楽によってどのぐらい反応させたいかわかんないんですが、今回は500とかでいいでしょう。さあ、そしたらですね、ここの、太さですね。この数値を、今回はそうですね、2とかにし、3とかにしてみましょうか。3とかにするとこれぐらいの太さになります。これぐらいでも大丈夫でしょう。はい。今回はこんな感じにしておきます。いいですね。こんな感じでいきましょう。そしたら、ここのサイド A とか B とかあるんですが、この B にすることによって、この外側だけにこれが反応するようになります。はい。今回、外側だけでもいいんですが、ここのところはお任せします。サイド B だけにするのか、サイド A だけにするのかっていうのは。はい。今回は両方、サイド A と B 両方にしておきましょうか。両方反応するようにしておきます。そしたら、ここのフリークエンシーとか変えても変えなくてもいいんですが、今回はこのままいきましょう。そしたらですね、このオーディオスペクトラムに対して、エフェクト&プリセットのところからミラーですね。ミラーのエフェクトを探し出してこれを適用します。するとですね、これに合わせてこれが反応するようになるんです。これっていうね、指示語ばっかりを使うっていうのも本当悪いと思うんですが、これ言ってますが、申し訳ございません。ですね、このオーディオスペクトラムにミラーを反応させるんですが、ミラーを反応させる前にですね、このスペクトラムは一回プリコンポーズしておいた方がいいですね。後で、複製していきますので、このスペクトラムは、プリコンポーズして、コンポジション状態にしておきます。すると、ここの、エフェクト&コントロールのところに何もなくなりますので、エフェクト&プリセットからミラーを選択してこれを適用しましょう。そしたら、ここの、スコープみたいなのがありますので、これを、選択しておいて、これで真ん中あたりを選択します。するとですね、ここ、ちょっと、ずれてますね。960と、540、ちょうど画面の真ん中ですね。真ん中あたり。今回は1920と1080で作っておりますので、その半分の値が、来ております。これが半分のところですね。
さあ、そうするとですね、ミラーということで、半分を境に、オーディオスペクトラムが反応して、左右対称のオーディオスペクトラムが出来上がることになります。これはこれでいいでしょう。さあ、ということでですね、このオーディオスペクトラムを使って、今回はいろいろとチャレンジしていきたいと思います。もちろんさっきの A と B を、別々にすると、なんていうんですかね、外側だけがミラーされるっていう、そういうエフェクトも出来上がりますが、今回はいろいろと、チャレンジしていきましょう。チャレンジしていきましょうっていうあれもおかしいですけどもね。はい。ということで、このスペクトラムコンプ1を開いてみます。そしたらここに1個スペクトラムがあるんですが、ここにですね、すでに入ってあるスペクトラムをいろいろと、なんか調整していきます。まずこのスペクトラム1はコマンド D で複製します。そしたら、さっき高さを500にしておいたと思うんですが、これを2倍の1000にしておきましょう。はい、するとこんな感じで、ちょっとですね、高さが結構激しくなりましたね。そしたらまたこのスペクトラムをもう1個コピーします。そしたらこのマキシマムハイト、高さを今度は1500にしてみます。これぐらいが、限界ですかね。1500ぐらいがおそらく限界値だと思うので、これぐらいだと、画面にちょっと飛び出てしまうぐらいのね、感じでもいいと思います。こんな感じでいいでしょう。1500ぐらいが、限界ですね。1500、もうちょっと小さい方がいいかもしれませんね。画面からあまり飛び出したくない方は、マキシマムハイトの数値を1200とか、それぐらいで設定しておいて、で、ここのですね、反応したときに、要は、この中の網の感じを作りたいので、この感じをちょっと複雑にしていきたいので、そこの間を分布させていくという感じですね。ということで、1200の高さがあって、500の高さがあるということなので、その半分はいくらだ1850とか、それぐらいになるのかな、違うな、ちょっと計算が850でいいのか。はい。すいません。ちょっと計算があまり追いついていませんが、そんな感じで分布させていきましょう。ここら辺はもう適当にガンガン増やしていってもいいと思います。500じゃなくて300とかにして、ここの今1000にしたところを、900とかにしてっていうのでいいと思います。そうすると、こんな感じでばらけた感じのオーディオスペクトラムになります。もちろんこれ、例えばもう一個複製しておいて、で、これの、サイドをですね、サイドじゃない、種類をですね、アナログドットとかデジタルとかいろいろあると思いますので、こういうのに変えてみるのもいいと思います。するとなんかこんな感じの線がね、加わります。サイド A だけにしてみるとか、サイド B だけにしてみるとかでもいいと思いますし、いろいろと変えてみてください。今回 A&B のドットにしてみましょう。はい、ドットを散りばめてみます。で、ここのフリークエンシーバンズのところでドットの数を増やすことができますので、今回は90ぐらいにしておきましょうか。はい。さあ、ということでこんな感じでドットのあるこんな感じのオーディオスペクトラムが出来上がりました。なかなかかっこいいっちゃかっこいいのではないでしょうか。さあ、ということでですね、今度はこれにですね、多少の、なんていうんですかね、色とか、カラーとかを加えていきたいと思います。ということで、右クリックをしてですね、新規、調整レイヤーをここに作成していきましょう。はい。で、この調整レイヤーは2つ使いますので、コマンド D で複製しておきます。そして上をですね、グローという風に名前をつけて、下をカラーという風に名前をつけておきます。そしたらカラーの方にはですね、ここのところから、ヒューと打って、違うわ。ヒュー&サチュレーションを使ってもいいですし、ここは、ヒュー&サチュレーション、色相サイドを使ってもいいですし、フィル、塗りという描画の中の塗りというのを使ってもいいですし、ここは、それぞれ色を任せるんですが、そうですね、これは、調整レイヤーに適用してしまうと画面全体に、カラーが影響してしまうので、オーディオスペクトラムのコンポジションそれ自体に適用するといいですね。ということで、塗りの色を適用するとこんな感じの色が変化しますね。ということで、ここは適当にね、緑とか好きな色をこんな感じで作るといいのではないでしょうか。そして、ここのところのグローのところで、エフェクト&プリセットのところから、グローと打っておいて、このグローを適用します。するとこんな感じでオーディオスペクトラムが光りますね。で、今回は、このグロー半径というのを今10になってるんですが、
これは10でいいんですが、もう1個これグローを複製しておいて、こっちのグローではですね、グロー半径をちょっと高めに設定します。するとこんな感じでね、ちょっと発光具合、周りの、光の具合が出来上がります。で、これを色位置を下げるともっとね、なんていうんですかね、後ろの背景の発光具合とかが変わりますので、これでいろいろと調整してみると、ちょっと幻想的なね、感じになるのではないでしょうか。ここら辺のグローの数値はなんていうんですかね、このオーディオスペクトラムとか背景の色合いとかを見ていきながら変えてみるといいのではないでしょうか。さあ、これで結構いい感じのエフェクトが出来上がりました。さあ、最後の仕上げです。ここの一番上のテキストツールですね。テキストツールを選択しておいて、ここのところに、文字を書いていきます。今回はベクセントを使いますので、ベクセントと。で、下には、マスクドヒーローズというふうに書いておきます。そしたら、ベクセントの数字を若干大きくするために、ここだけ選択して、こんな感じで、大きくしておきましょう。はい。そしたらこれは、整列のところから、真ん中へと配置しておきましょう。この辺りですかね。はい。この辺りにしておきます。このアンカーポイントツールを使って、ここの真ん中に設定しておくと、ここのところで真ん中に配置ができますよと。はい。さあ、ということでこんな感じで作ったらですね、このマスクドヒーローズのテキストは、コマンドシフト C を押してプリコンポーズをしておきます。そして、この一番下の音楽の、レイヤーを選択して、これまた右クリックをしてキーフレームアシスタントの、音楽をキーフレームに変換というのを押して、音楽をキーフレームへと変換します。するとキーボード U を押すとこんな感じでキーフレームがたくさん出てますね。今回はレフトチャンネルとライトチャンネルはいりませんので、これは削除します。そしてこのボスチャンネル、両方のチャンネルのスライダーというのが出ておりますので、このさっき作った文字の、レイヤーを選択しておいて、これを開きます。キーボード S を押してスケールを出しておいてください。そしたらこのスケールを出したところの、ストップウォッチのところにオルトオプションキーを押しながらクリックをして、はい、こんな感じでね、オルトキーを押しながらクリックするとこんな感じでエクスプレッションをまた追加できます。で、今回はこの渦巻きマークですね。これをエクスプレッションのこの渦巻きマークを、ドラッグしてこのスライダーへとつなげて離します。するとこんな感じで、なんかエクスプレッションが出てきますが、これによって文字が、音楽に合わせてビートするようになります。さあ、これでですね、ここの一番最後のところにプラス、ちょっと見えにくいので拡大しますね。一番最後のところにプラスで、カッコで、どれぐらい、縦と横のスケールをどれぐらいにするかなんですが、今回は70ぐらいにしておきましょうか。70くらいのスケールにしておきます。するとこれぐらいの大きさになりますね。ただ、今回音にビートしすぎておりますので、このスライダーと書いてあると思うのですが、このスライダーと書いてあるカッコのところにですね、スラッシュ、何倍にする、何分の1にするかなので、今回は、10分の1ぐらいの反応率にしておきましょうか。さあ、するとですね、文字が適度に音楽に合わせて動く、オーディオスペクトラムが完成ですと。はい、あとは、この背景にこの文字を反映させるために、これを、もう1個複製しておいて、これ2つとも、モードの設定をオーバーレイにしておきましょう。さあ、これでですね、背景に反応する、文字、それから、オーディオスペクトラム、そしてループする背景という、この要素が出来上がりました。あとは個人でお好みでね、例えば、コマンド Y を押して、また背景を作成しておいて、ここにパーティクルというふうに打っておいて、このパーティクルに、エフェクトプリセットのところからパーティクル、ワールドですね、CC パーティクルワールドとかいうのを設定しておいて、で、ここでパーティクルとかを、ラインからレンズフェードに変えておいて、で、バースサイズを、今回は 0.6 から 0.01 とかにしておいて、デスサイズを 0.01 とかにしておいて、で、
フィジックスの方をグラビティですね、重力をゼロにしておいて、で、はい、なんかこういうね、ちょっとややこしい、チュートリアルになってしまったんですが、こんな感じでちょっとなんていうんですかね、ハマってしまうと結構こう、時間がかかってしまうっていう、よくあることなんですけれども、こんなに凝って作る必要はないと思います。自分が気に入るまで、やってみるといいと思います。ただ、こうなんかね、自分が気に入るまで作っちゃうと、いろいろと凝ってしまって、結局のところ終わらねえっていうね、はい、そういうことが多々あるんですが、本当は申し訳ないんですがね、こんな感じでマックスオパシティ、ここら辺も変えていって、でバリエーションも変えていってで、はい、ということで、こんな感じで出来上がったんですが、ちょっとオーディオスペクトラム毎回そうなんですが、結構レンダリングに時間がかかるっていうのがネックだったりとかするんで、今回はこんな感じで終わりましたが、もしなんか質問とかやってみたいこととかあれば、質問してくれればそのやり方とかをね、早速ライブ配信とかで配信していきますので、ぜひ、シャイにならずになんかコメントしてみてはいかがでしょうか。そしてなんかこのファイルとかも配っておりますので、ファイルだけダウンロードして、それを転用して使ってみたりしてもいいですし、なんでしょうね、なんか利用しちゃってくださいということです。はい。ということで、今回はこんな感じのオーディオスペクトラムですね。はい。で、この色なんですが、グローを、作った時の色なんですが、ここのプロジェクトのですね、ここの、8BPC と書いてある、これをですね、オルトキーを押しながらクリックをすると、色合いをですね、変更することができますので、16BPC になると、ちょっと緑の色が鮮やかになると。で、32にすると、さらに、色が鮮やかになるんですが、こうするとちょっと変な感じになっちゃうので、今回は16ぐらいの方がいいですね。はい。ということで、あまり見えすぎないこともいいということですね。はい。ということで、今回はこんな感じの、エフェクトで終わりたいと思います。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。個人的には結構オーディオスペクトラムが大好きだったりとかするので、またこういうオーディオスペクトラムの配信は、ちょくちょくしていくと思いますが、ぜひともよろしくお願いします。はい。ということで最後にこれを見て終わろう。はい。開かない。はい。せい。でかすぎた。はい。ということで、ここまで見てくださり本当にありがとうございます。それでは皆様、また次回お会いしましょう。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。マスクドヒーローズだけにね、はい、いつか会える日を。ということで、ここら辺で切っとこう。っていうね、プレビューがなかなか見れないのが本当、毎回申し訳ないなと思いますが、こんな感じの、はい、こんな感じのオーディオスペクトラムでした。参考例は、説明欄に記載しておりますので、そこを見てください。それではまた次回お会いしましょう。またね。